こんにちは、ゆらここです。今回は簡単な仕立てでできるお昼寝ケットのご紹介です。キルティングやバイアステープ、縁かがりなど何にもないので、軽い仕上がりになり、暑い時期におすすめです。使用するのはこちらの6種類の生地です。それぞれの洋尺は110センチ幅で35センチです。短冊を切り出します。今回は7センチ幅でカットしていきます。一つの生地につき5本ずつ短冊を切り出します。色の濃い方から薄い方へ1番から6番まで番号をつけておきます。1から6の順番で6種類の短冊を縫い合わせます。短冊セットが1組できたら、さらにもう1組作って、さらにそれらを縫い合わせて、合計12本の短冊セットを作ります。ここでアイロンをかけます。縫い代は2、4、6の偶数の生地の方向へ倒しておきます。アイロンが終わったら、12本の短冊セットを中表に合わせて縫い合わせます。広げると筒状になるようにします。筒状になった短冊セットを端から7センチ幅でカットしていきます。
全部切り終えたらトータルで38セット出来上がりますので、それを19セットずつ半分に分けておきます。まずはじめに取り分けた19セットで上半分を作っていきます。これから一旦作った輪っかの短冊セットをほどいていきます。セットを今図解するとこういう風な感じになっています。生地が濃い色から薄い方の順番に1、2、3、4、5、6で、こちらも1、2、3、4、5、6で並んでいます。一番最初、まず1と2の間、ここから縫い目をほどいていきます。ここからほどきます。2番目の布が一番上に来るようにして置いてみます。次は隣の列です。次にほどく位置をここから一つ後ろへずらしてここをほどきます。2番目にほどいた布を横に並べてみます。あとは同じようにほどく位置を順繰りに動かしていって全部を並べてやります。短冊セットを10本ほどいて左から右に並べていくと上右半分が出来上がります。横同士つないでいきます。右半分が出来上がりました。次は左半分ですが、左は2と1からほどくのではなく、1と6の間からほどき始めることに注意してください。最後に全体を合わせます。キルトトップの上半分が出来上がりました。次にキルトトップの下半分を縫っていきます。上と全く同じように作ってしまうと、この最下段の列が上下で重複してしまいます。なので下半分を縫うときには短冊セットの縫い目をほどくだけではなくて、それぞれのセットにつき一つずつこの最下段の列のピースを取り外しながらセットの列を作っていきます。では右端からいきます。右端のピースはこれです。
同じ生地はこれですので、このピースを取り外します。ほどいたものを一番右端に並べます。残りの短冊セットも同じようにやると下半分ができます。全体を縫い合わせてやると下半分の完成です。最後に上半分と下半分を縫い合わせます。縫い合わせるもの同士が大きくなると生地の重みで引っ張られて縫いにくいですが、縫い代を噛み合わせながら最後までゆっくり縫います。次は出来上がったキルトトップをお昼寝ケットに仕立てていきます。表側から軽くアイロンをかけて縫い代を落ち着かせます。縫い上がったキルトトップの実寸を確認しておきます。基本的に私は裏布は実寸を確認してから裁断しています。今回は裏布に軽い仕上がりにしたかったので、カットソーのスムース地を使いました。裏布とキルトトップを中表に合わせます。シワやたるみがないか全体を確認してしっかりならしておきます。今回は綿を入れてキルティングはしませんが、裏地にカットソーを使いましたので、よれないように軽くしつけをしました。しつけが終わったら最後に外周を1センチぐらいの縫い代で一周ぐるっと縫います。今回つける裏地がカットソーなので、押さえをキルティング押さえに交換します。一周ぐるっと縫うときに最後に表に返しますので、どこか1箇所だけ20センチほど返し口を縫わないで残しておいてください。一周縫い終わったら周りの余分な部分を切り落とします。
返し口から表に返します。最後に返し口は手でかがっておきます。